私は今日も殺人犯。皆さん、ゆったりできてますか？録画動画から失礼します。ゲーム実況チャンネル、村長です。今回実況するフリーゲームは、自分の小説で自責に駆られた作家のお話です。こちら、1分ノベルコンテストに参加されている作品で、全エンド回収が約10分で終わるそうです。それでは始めていきましょう。ですから、もう私は書く気がないんです。何を言ってるんですか、先生。全国のファンが先生の新作を待っているんですよ。次はどんな事件なんだろうって、次はどんなミステリーなんだろうって、物書きを仕事にして、もう何十年も経った。ずっとこれで食べていけるというのは幸福なことだと思う。しかし、もう私は小説家をやめようと思っているんです。なんでですか、先生。スランプですか？それならいつまでも待ちますよ。ですから、やめるなんて言わないでください。ミステリー以外を書いてみたいと思っているんですが。そういうことですか？なら全然いいじゃないですか。出しましょうよ。先生の新境地。書きたいものってホラーですか？サスペンスですか？この先生はものすごく世間的に認知されている小説家の先生なように感じますね。編集者の人がここまで言うっていうことは、この先生にやめてほしくないっていうことが伝わってきますよね。意外や意外、恋愛ものですか？いいですね。泥沼恋愛もの。私の作品というと、そういったイメージでしょうか。そりゃそうですよ。先生の作品は、ってなるトリックやパッと目を引く世界観も特徴ですけど、何より人間味あふれるキャラクター性、情念、感情、人生。編集者さんすんごい感情を大きく表現して必死に伝えてる感じがすごい伝わってくるね。でもちょっと一方的すぎな感じも受け取っちゃうけどね。じゃあ次行きましょう。人の憎しみ、恨み、醜い人間、それらがギュッと詰まったどす黒いキャラクターがいいんですよ。それには暗いストーリーがつきものじゃないですか。この編集者さんが書いてほしいものってものすごく生々しいものが多い感じを受けるな。そう思うと作家さんの担当変わってもらった方がいいんじゃないかなっていう風には印象を受けますね。私が明るい話を作りたいと言ったらどうしますか？そりゃあもちろん歓迎しますよ。そりゃあもちろんっていう風に編集者さん返したけど、それは多分歓迎してないって先生も多分気づいてると思うんだよね。言葉がもうね、喉の奥に突っかかって仕方ない。でもそのおかげでもう先生はこの人書いてほしくないんだなっていうことをすげえ察知しちゃうよね。もうちょっと本音はうまく隠そうね、編集者の人。編集者の顔が一瞬引きつった。昔私が出した明るくて幸せな物語を思い出しているのだろう。刊行はしたものの全く評価のされない凡庸でつまらない黒歴史なんて言われているあの作品を。売れなくて凡庸でつまらない。でもこれ刊行して本化されてるってことだよね。ってことは世間的にその時に合わなかっただけでね、黒歴史なんて言われてるなんてね、失礼も甚だしいよね。せっかく書いて、ましてそれを編集者さんが認めた上で刊行したわけだから、それはもうちょっと自分の作品を愛してあげていいと思う気はするけどな。すみません、やっぱりやめます。もう話を書くのは限界です。どうして全国のファンが先生の話を待っているんですよ。どうしてってどうしてって強いて言うなら編集者の
顔が引きつったからっていうのが多分先生のアンサーだと思う。話が振り出しに戻った。先生の描く人間は生き生きしてるんです。情念っていうか憎悪っていうか、そんな醜い人間が殺される。親を殺す息子の話を書いたことがある。受験だとか部活だとか何事にも優れないといけないという両親の圧に耐えられなくなった息子を、親のレールに従わなければならなかった将来の夢を語らせてもらえなかった一人の男の子を、まあこれね、自分がやっぱり受験とかが控える年になると親の期待ってやっぱりものすごいから、なんか身近に感じちゃうよね、そういう出来事があるお話ってなると。まあそうだね、そういうことから書き始めたってことかな。幸せな物語を書いた後に結構落差あるなって思いますけどね。探偵がバシッと解決。でも先生の作品はもやっとが残る作品で、探偵は謎を解くだけの存在、無力、傍観者。そこのなんて言うんですかね、万能感のなさっていうか、リアリティっていうか、安易にスカッとさせないっていうかな。いじめを助ける女の子の話を書いたことがある。今度はその子がいじめられた。殺された。自殺とされていたところを他殺だと探偵が謎を解いたのだ。もっとも登場人物は中学生で裁かれなかったのだが、私が彼女たちの年齢を変えていたら違う最後になっただろうか。いやーね、ってばっかちょっと口癖なんで申し訳ないんですけど、そうだね。いやー、違う最後になっただろうかって先生はね、なんか申し訳ない感じで思ってるみたいだけど、それをね、そんなに思い詰めなくていいと思う。でしかもまたこれもね、結構ね、現実でもありそうな話だから、そういうのが先生にとっては意外とすぐにリンクしちゃうのかな、物語とその現実に起きたこととかがニュースとかで目にパッと入ってきてしまった時に、そう考えるとね、この作家先生のね、本当に書きたいものを編集者さんがね、少し書かせてあげるのも大事かなっていうふうには思ってしまいますよね。やっぱり気にしてます？昔は芳しくなかったとしても、今書いたら明るいテイストでも受けるかもしれませんよ。明るい話書いてみますか？だからやめないでくださいよ。やめないでくださいよってね、編集者さんもね、先生の才能を持ってきっと言ってるのかなっては思うんですけど、本人がもうやめたいって言ったらあんまり食い下がって、なんか何々しないでください、だったら何々しますからみたいなね、そういうのは受け取り手によってはすごい圧力になっちゃったりするから、もうちょっと編集者さんもね、自分の立場があるからっていうのは思うんですけど、もうちょっと先生のね立場に寄り添ってあげれる言い方できるといいんじゃないかなって思うんですけどね。性別を持たない人を書いたことがある。性別がないなんてよくわからないと。わがままだと。そんなこと主張するなと。周りから世間からなだめられてきた。唯一の理解者と思っていた人からもわからないと笑われた。わからない人が多いのだから男らしくあれと言われた。とっさに殺してしまったが自分も後を追った。なんかね、こういう題材はなかなか難しいよね。書こうとしてもね、読者がそれをちゃんと組めるかって言われたらなかなか難しいところではあるとは思うんですけど、でもこの唯一の理解者と思っていた人からもわからないと笑われたっていうのは本当に先生にとってすごく悲しい出来事だったんだなっていうのはひしひしと伝わってくるところですよね。
見た目が男だったから、相手は女だったから、勝手に地上のもつれの心情と決めつけられた。まあこれは私の中の話で、出版社からもキャラが分かりづらいと言われ、なだめられ、本当に浸潤になってしまったわけだが。ってことは本としては出されなかったっていうことやね。まあでもそうなるとそれはそれで先生もまあショックかなとは思いますけどね。まあなだめられっていう風な表現になってると、この先生は結構その人の心情の機微だったり顔色をやっぱり伺ってその人のために本を書こうとしてる感じは伝わってきますよね。なんかだんだん一人で背負い込んで何かこう発散するとか発するっていうことをしてないから、すごく積もって苦しくなって窮屈になってきてる感じもしますよね。先生、もう休止でも何でもいいです。だからやめるのをやめてください。全国のファンと我々出版社が待っているんですよ。まあこれね、この文章だけ見るとね、ものすごく俺ひねくれた見方というか考え方とかしてるからだと思うんですけど、我々出版社が全国のファンがとかって、いや編集者さん、自分の立場を悪くしたくないだけでしょとかっていう風にはこれ言われたらなんか感じちゃいますね、個人的にはね。うるさいからと動物を殺した人を書いたことがある。自分で書いたくせに両親が痛くなった。最後にはその人は殺された。動物の飼い主に復讐された。そう書いた。復讐で終わるのが悲しい人が多かった。復讐自体には当たり前と思う人が多かった。命は平等であるから、命を平等に扱わない人の命は粗末にしていいらしい。醜い人間がどう殺されると読者は喜ぶのか考えた。綺麗な人間がどう殺されると読者は悲しむのか考えた。もう考えすぎていた。なんだろうな、これ多分先生がこの作品を書いた時にきっとこれが売れたんだろうね。本として刊行されてショック受けちゃったのかな。そして次の文のね、どう殺されると読者が喜ぶ、綺麗な人間がどう殺されると読者は悲しむってずっとぐるぐる考えたんだろうね。作品次作るときどうしようとかって。で結果自分でぐるぐる考えすぎてもう疲れたんだろうね。休暇を取ります。スランプを脱したらまた連絡します。はいスランプですね。はい、了解です。待ってますからね先生。待ってますからね先生っていう言葉もね、先生の立場として受け取るとこれでよし頑張ろうってなる先生もいるとは思うんですけど、やっぱりね人間それぞれ違うんで、これを言われた時に窮屈になってなんか圧迫しちゃう人もきっといると思うんですよね。そうなるとなかなか編集者さんの言ってることと作家さんがそれをどこまで許容するかっていうところがやっぱり難しいんだなって改めて感じますよね。親しい人を殺す人を書いたことがある。誰とも深く関わりたくない人だった。自分を知られることに極度の恐怖がある人だった。私がこの人と会ったら殺されていただろうか。この人を書けるほど知っている私を。まあこの人と出会えたらそれは筆者と登場人物という関係性ではないだろうが。そうだね。きっとね、もうこういう風に思ってるってことは誰か助けてほしいっていうようななんか SOS にも聞こえますよね、先生の。死になっちゃうかもしれないんですけど、まあ殺されていただろうかっていう風にも一つの可能性としてあるだろうけど、場合によってはね、今苦しんでる先生のことを助けてくれる大事な人になってたかもしれないんでね。それはやっぱり難しいところですよね。また今先生が一人だから余計そういう風に感じて
こういうことを思うのかなっていうふうに思いますよね。数えきれないほどの殺人を行った。人を殺し、その度に私は傍観者だった。探偵が謎を解くのを待った。私は何もかも知っているのに。私は数えきれないほどの人生の一幕を描いた。殺人に至るまでの人生を、殺人に至ってからの人生を。私が書かなければ、彼ら、彼女ら、あの人ら、あの子ら、あの生き物らは健やかに生きられただろうか。書かなければ誰にも見つからなかっただろうか。書こうとしなければ私はこんなに人の醜さを、美しいとされているものを、その人たちの顛末を考えなくて済んだだろうか。まあ難しいところやね。まあこれは実際先生が行ってきたものじゃなくて、先生が書いてきた物語の人物たちってことですよね、きっと。間違ってたら申し訳ないんですけど。そうだと考えるなら、考えなくて済んだだろうか。そればっかりはね、編集者と話し合って書いてたりもするだろうから、そこのあたりは難しいよね。作家であるからこそのなんか宿命みたいな感じではあるから、考えなくて済んだかって言われると、遅かれ早かれそういうことをしないといけなかったんじゃないかなって個人的には思いますけどね。もうやめにしよう。こうすれば全て終わる。全て償える。もうこれから先には私の手から何も奪わない。醜い人間に罰なんて与えなくていい。美しいとされている人間を見殺しにしなくたっていい。今日で終わる私の殺人。で、選択肢か。とりあえず、バッドエンドからやっていきたいと思います。おそらく続きを見ないだと思うんですけど、歯車で多分セーブがある。はい。では続きを見ないをしてきます。エンド。はい。そうですよね。はい。まあ見ないっていうエンドですよね。戻ってきました。続きを見る。台に上がる。縄に手をかける。もう先生がもう自分の人生を自分の手で幕引きしようとしてる感じがもう伝わってきて仕方ないんだけどね。何もしない。背中を押す背中を押す背中を押すそばに誰かいんのか。どういうこと？まず、何もしないからいきます。足が地についていない。天井からぶら下がっている。うわぁ。最後の殺人が終わった。まあ何もしないだとそうか。殺人、まあ殺人っていうのかな。最後の殺人が終わったいや、さっきの選択肢でもあったけど、背中を押すっていうことは誰かそばにいんのか？それを皆殺しにしたってこと？何もしないってこと？先生が、私も自分の人生を終わりにしたいのって言って、そうですかって誰かがいて、それを見守ったってこと？そんな悲しい結末あるか？いやー、悲しすぎるでしょ。エンド。ハッピーエンドはあるんでしょ？ないの？じゃあ行きます。いや、なんか嫌な予感しかしないな、これ。背中を押す。いきます。ドン。最後に私を殺人犯にさせないでくれてありがとう。殺人犯にしない。させないでくれて。どういうこと？プレイヤーかこれ。俺が押したってこと？急にプレイヤーがそういう立場に立つの？嘘？マジか。嘘、本当に？だから今まで自分の作品のことを編集者と話し合ってた時に反芻してたってこと？
あの半数はそういうこと？え、どういうことや？マジか。これはこれで、なんかもやっとするな。で、エンド。終わっちゃったよ。終わっちゃった。え、ちょっと、わからない部分もあるんで、調べてきていいですか？ちょっと調べてきます。はい。っていうことで、今、いろいろ調べてみたんですけど、まずですね、まず最初に、このノベルゲームを制作していただいた制作者である沢様。読み方間違ってたら申し訳ございません。今回ゲーム実況させていただきありがとうございました。で、この制作者さんのね、ブログの内容といいますか、その作った内容を今見てみたんですけど、やっぱりね、はい、殺人犯で終わるっていう話のエンドと、まあ何もしないっていう選択肢を選んだのが、先生が殺人犯で自分の人生を幕を閉じるっていう形になるエンドで、背中を押すっていうエンドなんですけど、それは今まで先生が反芻してきた物語を見ていたプレイヤーが今度は自分が殺人犯になるという形のエンドということだったので、びっくりした。こういう経験がね、あんまりなかったんで、頭の中混乱しちゃいましたけど、はい。いやー、でも、びっくりしたっていう気持ちもあるんですけど、いやー、やっぱ面白いですね。面白かったです。ありがとうございました。で、最後に今日の実況を良かったと思う方は、高評価やチャンネル登録ボタンをクリックしてみてください。また、今日実況したゲームが投稿されている URL と制作者サイト URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらの方も興味があったり時間があれば見てみてください。それではゲーム実況チャンネル村長でした。次回投稿時にお会いしましょう。ありがとうございました。